このようにシームレスに水の出入りができるように設置することは可能です。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、バグ、使用、超難解で超便利な水星区画徹底解説をお送りいたします。ジェネシスアセンディットパート1が実装されまして、同時に有料ダウンロードコンテンツ、タイドス・オブ・フォーチューンが実装されました。こちらのアイテム、水星区画なんですが、地上で水星生物を変える画期的なアイテムとなっております。ただですね、扱いが難しく、下手をするとペットを失ってしまう、ちょっと危険な仕様となっております。またですね、今までアークになかった特殊な仕様になっているので、初心者も慣れた人でも気づいていないちょっと特殊な仕様を含めてですね、解説していこうかと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず水星区画の基本情報からお伝えしていきます。水星区画利用には有料ダウンロードコンテンツタイドス・オブ・フォーチューンが必要となります。エングラムはレベル60で覚えることができまして、エングラムポイント10ポイントで覚えることが可能です。製作は1000番。必要素材はポリマ32、水晶80、金属インゴット220、シリカ真珠34となります。以上です。ではですね、ここからは水星区画の設置についてご紹介していきます。水星区画、通常の建材とは大きく異なります。どちらかというと、設備に近い設置になっているんですが、設備ともまたちょっと違う特殊な部分がございますので、一つ一つご紹介していこうかと思います。設置するためには、このように床の上に設置してくださいということで、普通の地面に置くことはできません。土台であったり、柱であったり、何かしら設置する場所が必要となります。このように1本柱が立っているところでも中心に設置すればですね、置くことは可能です。ただし、このように水中に土台がある場合ですね、水中に設置することはできなくなっています。あくまで大地、水面に浮いている状態でないと設置することができません。そしてもう一つ、見ていただいた通り、動力なしとなってます。このアイテムに関しては電力が必要です。ただし、電力がなくてもこのように中に入ったり、壁をアンロックしていただくと壁のデザインを切り替えたりすることは可能になっております。ちなみに壁の仕様はこのように変わっていきます。4種類ですね。もちろん上を開けることもできますので、普通な区画として使うことは可能です。電力あるところだとこのように作動中となります。この場合ですね、わかりやすく中を見やすい壁に変えて長押ししていただくと、右上にフルードオールコネクトですかねがあります。これを押していただくと中に水を溜めることができます。これで中入りますと泳いでいる状態ですね。ちゃんと酸素値も減っていきます。ジェネシスなんで緩やかですけどね。もちろん外に出ることもできます。一点注意しないといけないのは、これ電力あるから水が張れます。電力切れた場合ですね、このように30秒間のカウントダウンが始まります。そして30秒経つと中の水はなくなります。なので電力切らしてしまうと水生生物入れている場合、
いなくなってしまいますのでご注意ください。もちろん電源入れると水を張ることはできます。上を開ければこのように上から入ることもできます。上開けている場合はその上に設置することができません。どのパターンでもいいんですが、上閉じると上に設置することはできます。もちろんスナップしておくこともできます。で、注意しないといけないのは、スナップせずに置いた場合はですね、そこ開けることはできるんですが、その下つなげることはできません。上開けてもですね、つなげることはできません。下は床のままになってしまいますので、ご注意いただければと思います。ただしですね、スナップをすると同時に開けることができまして、上のものまで水が入って使うことが可能です。これでつなげていって水の区画を広げていくことは可能です。これで大きな水槽を陸上に作って水生生物と一緒に暮らすことができます。もう一つ、1個ずつこのようにスナップしておいた場合、アンロックしないと操作ができません。1個ずつアンロックすることももちろんできるんですが、アンロックオールしていただくとまとめてアンロックすることができます。これは全部ではなく、あくまでつながっているものということになります。ただし、中に入ってみると1部屋ごとになってます。この場合ですね、このハイドオールをしていただくと、つながっている中の壁を全て取り除くことが可能です。なので、いちいち1個ずつ壁を開けなくても、全部つなげて一気に壁をなくしたりすることもできます。また壁戻したいときは1個ずつ選んでいただければ壁にすることも可能です。もちろん上につなげた場合もですね、アンロックだけしといていただければ、開けていただくとこのように全てつながった一つの箱ということになります。これは一つの区画だけで入れるっていうことはそんなにないと思うので、利用としてですね、やっぱり大きくつなげて設置していくところになりますので、覚えておくと便利になります。そして水を入れる場合はまとめて水が入りますので、つながっている部分すべてですね、水が入ります。そしてこのように間で壁で囲った場合ですね、水を入れるとこっちは水が入ってます。こっちも水が入ってます。なので間で壁で囲ったからといって水が入らないっていうことはないです。ここだけご注意いただければと思います。もちろんつなげたからといって後でつないだ方に関してはですね、水は入ってこないので、そこはご安心いただければと思います。ただオープンすると水は入ってきます。そして天井の上ちょっとだけですね、水の空間がなぜかできます。この状態だと普通はここは満タンになっているはずなんですが、仕様ですね。ちなみにこの開けた状態でですね、回収したり破壊したりするとこのように即時にですね、壁ができまして他のところに影響は出ないようになってます。ここは安心できる部分ですね。設置については以上です。ではですね、ここからは水生区画の特殊な設置について、水生区画、通常の建材と異なりまして、どちらかというと設備に近い設置間隔となっております。ただ、通常の設備とはまた異なる部分もございますので、一つ一つ詳しくご紹介していこうかと思います。まず、設置に関しては先ほどご案内した通り、このようにですね、一本柱を立てた上にも設置することは可能です。この水生区画の真ん中をサポートできれば置くこと自体は可能です。そしてこのようにスナップせずに置いた場合なんですが、天井とかですね、壁、スナップすることは可能なんですが、支えがありませんということで設置できなくなってます。これは柱はありません。ただし土台スナップしておくと天井などスナップしておくことが可能です。上側でもですね。そして壁も設置することは可能です。これは下からスナップがつながっているようなイメージなんでしょうね。この状態であれば、もちろん土台判定が効いている部分であればですね、設置することは可能です。このスナップの設置に関してはですね、天井にスナップすることは可能です。
ただし、柱にスナップすることはできません。置くことはできるんですが、スナップはしていません。一本立てたところにも置くことはできますが、スナップすることはできません。なので、縦で置いた建材に対してですね、土台判定聞いて設置することはできません。天井にスナップした場合は、このように設置することは可能です。ただし、この土台からここまで伸ばして設置しているので、そこまでの範囲しか置くことはできません。土台判定は伸びません。あくまでこの土台が判定として伸びているだけなので、置くことができなくなります。なので、必ずですね、設置としては、スナップして設置をしていただいた方が、後々建造物をつなげたりとかする上で便利になりますので、そこを最初設置ご注意いただければと思います。以上です。ではですね、ここからはバグか仕様か特殊な内容についてご紹介していこうかと思います。これはしばらく修正を待ってみて修正入っていないので仕様かなというところはあるんですが、もしかするとどこかのタイミングで修正入る可能性がある内容になりますので、その点だけご認識いただければと思います。まずですね、このように水中状態にしている状態でもですね、このように電子機器なども設置することが可能です。通常ですね、このように冷蔵庫なども水に浸かった状態の場合ですね、生肉入れてもですね、9分31秒と冷蔵庫の機能は果たしておりません。一応作動中にはなるんですけどね、電気は消えてます。ただしですね、このように同じように水中の状態なんですが、この冷蔵庫に関しては今8分53秒ですが、しっかりと冷蔵庫として機能しております。ちゃんと電気もついてます。その他にもですね、発電機普通に起動することも可能です。ライトとかもつけることが可能です。あまり明るさ出ないんですけど、特にこのライトそんなに明るくないので、白系の強い光を放つものであれば明るくすることも可能です。あとこのように工業炉もですね、動きますし、工業用グリルも動きます。なんとですね、焚き火を水中で火をつけることが可能です。なので、これに関してはですね、水中なんですが、普通に設備を動かすことが可能です。これがちょっと仕様なのかバグなのかというところはあるんですが、一応使うことは可能です。もちろん、この辺の付加装置であったり、託児保育器も可能です。なので、直接、この水生区画用の発電機をですね、設置しておくのも一つだと思います。もちろん、風力発電機も設置することが可能です。風力発電機発動すれば、こちら側も水が入るようになります。ただ、当然ながら風力発電機、電力なくなってしまうとですね、30秒のカウントダウンが入りまして、水がなくなります。こっちからは水があります。多分、この青く出ちゃうのは表示バグだと思われます。なので、どの状態でも、電力管理は必ず注意する必要はあるんですけども、そこを除けばですね、このようにシームレスに水の出入りができるように設置することは可能です。どのみちこっちでもですね、工業炉とかそのあたりは水の中で設置する必要がありますので、この辺の境目のところにですね、工業炉とか設置していただくと陸上でもですね、使うことができますので、うまく設置をするとシームレスな拠点が出来上がります。発送次第というところですね。そしてこちらですね、当然ながらこのように水生生物とですね、一緒に生活ができるようになるんですが、気をつけないとですね、水中かけたままこちら側に来てしまうと死んでしまいます。壁がありませんのでご注意いただければと思います。なかなか危険もあるので、水中したままこっちに来ないようにだけ気をつけていただければ、なかなか面白い拠点作りができるかと思います。ただし、これ若干バグの可能性も否めないので、どっかで仕様が変わる可能性はありますので、ご注意いただければと思います。以上です。
い、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、水生区画徹底解説をお送りしてきました。最後のですね、特殊な部分に関しては、ここまで修正が入ってないので、おそらく大丈夫じゃないかなと思ってご紹介したんですが、もしかするとどっかのタイミングで修正入る可能性もあるので、ご注意いただければと思います。ただしですね、うまく使えば、かなり拠点もですね、シームレスに面白い作りをすることができるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。またですね、こんな感じで拠点作ってみましたみたいなものがあればですね、ぜひコメントであったり、あとチャンネルのディスコードの方にですね、建築物の写真を上げれる場所も作っておりますので、ぜひご紹介いただければ嬉しいです。その他ですね、設置についてもいろいろ特殊な部分がありまして、基本建築物というよりはですね、設備の分類に入るものになっておりますので、そこだけですね、勘違いしがちな部分もありますし、ただ、スナップしていればですね、下のスナップを活用して他の建材設置していくこともできるようになっているので、うまいことですね、使って建築をして、いろいろ面白い建築ができるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。水上建築しなくてもですね、また高所で景色がいいところにですね、拠点を構えて、その中でもね、水生生物、ブリーディングであったり、一緒に生活ができるようになりますので、かなり使いどころが多い素晴らしいアイテムになっているかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。